なんならこんなシンプルライフなのにね、部屋に物出ててさ、収納の中すっからかんっていうのはさどうかと思いますよ。進化しましょうよ奥さん。はい、今回の週末ビフォーアフターは 3LDK のマンションにお住まいの50代の夫婦のお家にお邪魔してまいりました。実はこのお家4年前に私1回お邪魔しておりまして、その当時はですね、まだ息子さんが大学生でいらっしゃってかなりお疲れモードのお家だったんですが、丸ごと一軒大改造してきたんですね。現在は、息子さんが就職されたということで夫婦2人暮らしになったということだったんですが、今後の暮らし方について相談がありましたので、まずはルームツアーからご覧ください。こんにちは。こんにちは。ちょっとどうした？動揺が止まんない。動揺が止まんないの？なんで私呼ばれてきてるんですけど。そうですけど、ちょっと久しぶりに会ったから。何年ぶり？4年ですね。あ、4年ぶりね。あら、4年経ってもすごいスッキリしてるじゃないですか。ここはです。じゃあちょっとお邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4年ぶりに、お邪魔した今日はお家なんですけれども、どういうリビングか。あら、ものすごいスッキリしてるじゃないですか。ここだけは普通に綺麗なお家じゃんって皆さん思うかもしれないですけど、言っときますね、私来た時大変なことになってました。こっちね、キッチンなんですけど、ちょうどこの柱にだよね、はい、この机があったんだよね。チャンネル見てる人ね、ちょっと注意してほしいんですけどね、やっぱり、ね、壁についちゃってるお家ってどうしても壁にものすごいものが溢れちゃうっていうかね。でね、ここにバリケードしてるようにね、机が置いてあったんだよね。はい、でもう通りづらくてね、ここがね、テーブル置いてあったからね。でも今はものすごく歩きやすいし、ソファーにいつもここにあったよね、はい、洗濯物がいっぱい、はい、山がここの洗濯を干したやつを取り込んだやつが常にここにあってね、はいはい、いやもうどうしたらいいでしょうかって悩んでてね。そうです、はい、でも今何にもないじゃないですか。そうなんです。どうしたんでしたっけ？動線を変えたんです。動線を変えたこちらの、はい、隣の部屋にね、はい、リビングを通らないように変えていただきました。もうベランダがつながってんだ、ここに取り込みなさいっつって、ここ物置部屋みたいになってたんですよね。そうです、そうです。それが今では、洗濯物取り込んで、はい、何の部屋になってんだっけ、ここで。ここは私の洋服に変えました。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ私のウォーキングクローゼットみたいな。あ、そうですね、そうです、そうです。めっちゃ広いじゃないですか。でもその当時よりはすごい綺麗になってるような気がするんだけど。息子が独り立ちしたので、息子の服もあったんですけど、それを全部撤収したので、今はいないんだ。今いないんです。なるほど、旅立ちました、はい、もうなんか就職したのね。そうです。なるほど、はい、いやいや、でもほんとすっきりして私だけのものになって最高のシニアライフじゃないですか。でもなんか部屋の使い方と逆に収納の中とかを考えるようになり始めて、自分のものが散逸しちゃったりとかしてすごく気持ち悪いんだけど、考えが浮かばない。そこみたいに溜まってたりとか。なんかね、ここまですっきりしちゃうとね、そっちに収納あるじゃないですか、はい、そこはどうなの？ここはですね、なんか使い切れてないんですよ。使い切れてない。そうだから、冬の自分の服とスカスカと、あとあっちもめっちゃスカスカな。あれだね、意外と収納の中、カラカラ？そう。なんで？整理したってこと？いや、息子のものどかして自分のものをちょっと整理したら、開いちゃったんだ。あと夫の服をここの部屋から出して、夫が寝てる部屋に全部入れて分けたんですね。なるほどね。だったらさ、これ入れればいいじゃん、普通に。入るかね。いや、まあなんかこう、なんだろう、もうここまで綺麗になってるんだったら別にわざわざ物の部屋にする必要なくねみたいな。
ああ、そういうことか。だからほら本当に私も覚えてますよ。私ここにあった山のようにあった本棚と CD ラック、山のようにあったラック別の部屋に移したじゃないですか。移しました、移しました。いや、はい、その時は、はい、ここがまさか家族のクローゼットになるなんて言ってあ、ものすごく喜んでこの景色をちょっと称賛していただきましたけれども、はいはい、時が経ち、はい、人口密度も減り、はい、物も減り、なんならこんなシンプルライフなのにね、部屋に物出ててさ、収納の中すっからかんっていうのはさどうかと思いますよ。進化しましょうよ奥さん。はい、したいです。本当に同じ家とは思えないぐらいの景色で、そうなんです。はい、はい、そういう意味ではちょっとね改善の余地はあるかなって感じですよね。今は何、息子さんが巣立って、はい、その巣立った息子さんの部屋あったよね。はい、私覚えてんのがさ、息子ってさ引き出しいっぱい開けんだけどその上に物置いてたね。そう、引き出しっていう概念がないっていう。ないって言ってさ、私ここだよね息子の部屋。お、綺麗じゃん。そう、で息子いないんだよね今ね。そう、いないんです。息子の部屋さ、ここ全部空いてたよね。これ全部空いててさ、すごいすっきりしてる。息子さんのものなの？そうですね、本だけちょっとおうおうおう本とレゴ残ってて、はいはいはい。この洋服とかも息子さんが残してったのかな？そうですね、ちょこっとだけ。はい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 。そうそうそう、息子ってさこうなってるとさ、全部この上にいろいろ置いてってさ、この上がさめちゃめちゃモリモリだったんだよね。そうそうそう、この息子は引き出しが向いてないよっつって棚にしたんだもんね。はい、懐かしい。懐かしいね。すごくね、私4年前なのに覚えてんだよ。私忘れてました。本うん、当？がなんか成長してさ、巣立つの早いね。早い。うちの子供が20歳迎えてさ、私なんかに頼らずに生きてたりとかするから、まあ、さっさといなくなりましさっさとだよね。いやいやいや、なんか寂しいね、た。収納の中が。そうですね。うん。でもまあこれもねやっぱ成長の証というかね。うん。で掃除もしやすくなって。そうなんです。物がなくなったから。そういうことね。はいはい、なんかね、私が初めて来た時より4年も経ってんのに綺麗に見える。ひどかったからですかね。だからさ、やっぱりさ片付くとさ本当にお掃除しやすくなって清潔、なんか汚い感じが嫌になってくるよね。そうなんですよね。あれとかここら辺は何？私の本が入ってて、おうあとはおうここら辺メルカリおうのいらない本をどんどん売ってるんです。そうなんでそれだ。が山で。たださ、なんかさあれでしょ、ママがここで寝てるってことでしょ。そうです、そうです。そうなった時にさ、なんかさこれはさなんか可愛いって感じなんだけど、はい、なんかこの下にさ野郎のものが置いてあるとさちょっとテンション下がるよね。そう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 。でその机は使ってんの？テレワークの時に私は。仕事してんだ。はいはい。じゃあここは仕事場兼寝室みたいな感じ？そうですね。あ、はい。なるほどね。スペースがあるっていいね。だからもったいなくて、あるのになんか生かしきれてないのが。ああ、なるほどね。気持ち悪いんだけど自分の考えではここまでしか及ばないっていうか。いや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 、十分ですけどね。まあでも古方純子が来ればもうちょっと良くなるよね。やっぱりなんだろうな、爪が甘いもん。あ、そうですか。はい、ここまで行ったんだったらもうちょっとなんかこう女性らしいというか、なんか今ってまだちょっとなんか子供の部屋にママが寝てるみたいな感じで、なんとなく私の私物こっち持ってきちゃいましたみたいな。それだけね。ね、そうです。すごくないこれ、こんな仕分けして細かく、そういうタイプの人じゃなかったよね、もともと。そうなんですよ。それがさ、部屋片付いちゃったらこんなシャレ気ついちゃってさ、いやいやいや、教え子の家に来てる感じでね、先生は嬉しいですよ。ありがとうございます。はい、まあここまでね、頑張って自分努力してね、とりあえず自分の中ではね、居心地のいい空間を作っているというところで、なんとなくまだ改善の余地はあるかなっていう伸びしろを残しつつ、私に託すということでね。はい、私は今日はね、オタクチェックで帰るつもりだったんですけど、まあちょっとやる気になってきました。はい。で今ここでママが一人で寝てるってことは、もともとさ、夫婦の寝室だったところあるじゃない。はい。あそこどうなったとか見せてくださいよ。おお、あら、ここお父さんとママが一緒に寝てた寝室じゃないですか。そっか、今一人ぼっちで寝てんのね、寂しく。
ここね、はい、2人で寝てたんだもんね。そうですね。やっぱりもともと広かったからね、はい、すごい快適じゃないですか、お父さん。そうなんですね。起きる時間とかも違うのあ、で、なるほど。で分けたらうんお互いに快適でした。でもこれだけ見るとなんかまだ2人で寝てんじゃないのこれ。なんか抱き枕。抱き枕ね。いやシニアでラブラブ最高って思ったけど、それは違うのね。うちもなんならね、夫はね、できれば私と寝たくないの。私が寝たいだけなの。この部屋ね、はい、私来た時、はい、めちゃめちゃ変えたんだよね。変えました。はい。それが変えていただきました。どういう風に変えたかっていうと、実はこのスペースね、3分の1物置部屋にしてんだよね、私。あなた、はい、ちょっとちょっとあれですよ。寄せちゃった。はい、寄せたっていうか、私この通路までこんなもの置いてなかったはずなんですけど。そうですね。おう、はい、ほら、これね、古型式、昔からやってるやつ。はい、ね。今はね、洗濯物の部屋になってるあの部屋にずらーっと並んでた本棚をここに置いて部屋1個作ったんだよね。そうです。あ、しまった。やばしまった。ーやっぱすごい。でもさ、あの時さ、これがあったことでさ、はい、救われたんだよね、この家は。そうです。ねえ、思い出したけど、はい、あの時はこんなにすさんでなかったかも。物を減らして空き箱がすごくそこの本当床にだ。そうそう。いや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 。そう、向こうはすっきりしてるんですけど。ね、なんであそこまでさ、リビングダイニング綺麗にできたのにさ、ここはこれ現実だね。そうですね。うん、これ残骸。残骸ね。こういう人でしたね。いや、そうそう、思い出したね。こういう CD とかさ、漫画大好きだったんだよね。それがさ、あっちのさ部屋にあってさ、なんかここになんか親戚泊まらすとか言ってなかった？あ、そう、それで結局、うん、あっちのクローゼットの方が綺麗になったので、そこにめいっ子ちゃんがよく泊まりに来るようになったんですよ。あ、今？今。あ、ほんと、そうよね。ここに泊まらすわけいかないもんね。一箇所、まあ難度っていうかね、まあ難度じゃないんだけどね、作ったことによってだいぶね、寝室は寝室なりになったし、まあ他の部屋もまあすっきりしたってことで、まあただちょっとね、まあ、どうしてもバックヤードがこうなっちゃう、はい、ということで、まあいろいろね改善していきたいなと思うんですけれども、じゃあちょっとリビング行きましょうか。はい、ということで、はい、見させていただきましたけど、いや、おおむね大丈夫ですよ。いや、一番最初知ってて、でも私もね、4年経ってるにもかかわらず、ここに何があったって全部覚えてるんだよね。すごい。あんまりほら、一回やった家に来るってことがないので、ただまあね、状況が変わってね、息子さんが巣立ったっていうことがあって、まあいろいろね改善の余地あるかなと思うんですけど、ここでちょっと改めてでママ的にこうなったらいいなみたいなのがあったら教えてもらいたいんだけど、使い切れてない収納をちゃんと活用したい。なるほどね。まあじゃあ結論的に言うと、まあ姪っ子さんが泊まりに来るということもあるし、まあ息子さんも別にね巣立ったっつってもここ実家なんで、まあいつでも帰ってきてもね泊められる状況にするとするならば、やっぱり一つの部屋はまあいつでもね寝れるような状態にしつつ、まあご主人もやっぱりなんだかんだで広々とした空間でね安心して寝れるようにするためには、このバックヤードを廃止する時期に来たのかなっていうような気もするんですよ。ただ主人はそんなに物をたくさん持ってるタイプの人じゃないから、まあ、スペースだけあればいいんだけど、奥さんの場合は結構こう持ってるものの量が多いじゃないですか、はい、それがちょっと今点在しちゃってる風に見えるので、息子の部屋で寝てるって言ってるけど、もう自分の部屋としてもっと私色にしてもいいのかなって、はい、なんかこう息子さんの部屋の中で私は寝てるって今状況なんだけど、もう実際に自分の部屋にするっていう、まあこの先、巣立った息子はっきり言ってもう俺の部屋ないよと、はい、ただやっぱそういう覚悟で出た方が、はい、やっぱりね息子さんちゃんと巣立ってね自立してほしいという気持ちも込めて、はい、でもママはママでこの先まだ長いシニアライフが待ってるわけなので、はい、もっとワクワクするようなね、はい、自分の部屋を今回作ってこそなんか次のフェーズに行くんじゃないかなって思うんだけど、どう思う？いや息子の部屋
っていうのに自分がすごい固執してたのが逆に分かって、今あるその息子の部屋っていう雰囲気がなくなるっていうのはちょっと想像つかなくてちょっとドキドキして、でも何、息子さんは何、そのままにしといてって言ってるわけじゃないんでしょ。いやもう何もいらないって言ってます。まあ何もいらないというかまあここにあるものだけで、ほとんど全部捨てていいって言われて捨てた結果なんですけど、だからなんか勝手に自分が息子の部屋って思って大事にしてたのにちょっと驚いているし、旅立ったのは嬉しかったのに、自分が旅立ってないっていうか、そうね、だから子離れしてない感じよね。そうそれに今気づいてショックでちょっと。やだ、そんなことであなたが私を呼んだのよ。いやだから自分が気づいてない思いがうわーって今出てきたので、ちょっとね鳥肌立って。本当に？いや自分は子離れできてると思ってたから。だからといって息子さんのものを捨てましょうっていう話じゃなくて、息子さんのものの場所を変えましょうっていう話なんで、あんまり深く考えないでいただいて、ね、息子さんが嫌だって言ったら戻せばいいし、なので、とりあえず今の段階でベストを尽くすということで、ちょっと大回答を変えていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、ということで、特にね散らかった家ではなかったんですけれども、私はですねこの家でね、皆さんにお伝えしたいことは何かというとですね、この家の奥さんもそうだったようにライフステージが変わっているにもかかわらず、これまでの暮らしのシステムのままですね物を整理してしまっているせいで、お部屋は片付いているんですけれども、なんかね寂しい感じがしましたよね。でもね、実際私がいろんな家に行くお家でね結構見る光景なんですよ。で、奥さんが言うんですよ、私に。私これでも結構物捨てたんですって。もちろん物の整理は大事ですよ。なんですが、暮らしのシステムを見直してない状態で物を整理しても、なんか寒々しくなるばっかりで、暮らしは何も変わりません。子育て中心で仕事が忙しかった時のシステムのまんまね、この奥さん物を整理したんですけれども、残念ながら収納の中はスカスカで、なのにもかかわらず、この家の奥さんの心は全く片付いてなかったということだったんですね。私もこれまでね散々ね、ライフステージが変わるたんびに、暮らしを見直すようにということでねお伝えしてきましたけれども、お子さんがいるお宅はですね非常にね成人までの間の変化は目まぐるしくて、1年単位でね見直す必要があるっていうことだったんですが、ただね子供が成人してですね社会人になった後の暮らしっていうのはなかなかね変化が少ないんですね。なので、非常にその先の人生の暮らしっていうのは長くなるっていうことなんですね。つまりその新しい暮らしのシステムに変える必要があるということなんです。この家の奥さん、物を整理したことでなんか子離れした気分になっていましたけれども、息子さんと一緒に暮らしていた当時のシステムのまま全く変えていませんでした。ただね、私もね正直言って、20年以上子育てをして、暮らしてきてね、ちょっと前まで、子供中心のシステムのまんま暮らしていたんですけれども、実際ね動画でも紹介したように、私も夫の在宅勤務がきっかけでですね、暮らしのシステムを見直そうということで、それまではね正直、子供が巣だったら見直そうねぐらいな感じだったんですけれども、そういった、在宅勤務というきっかけがあったことによって夫がですね、腰が痛くならないようにとか、自分の趣味をもっと楽しみたいっていうことをね考慮したシステムを導入したことで、非常にね暮らしが豊かになって、夫もすごく喜んでくれたんですね。この家のご夫婦も、息子さんが巣立った後のシステム、暮らしのシステムを変えることによってね、もっと今の暮らしがね充実したり楽しくなると思いますので、次回はですねこの家の暮らしに合った仕組みを変えてですねワクワクするようなお部屋に大改造してきましたので、皆さんどうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。